はようございます。昨日に引き続きまして、やはり筑波サーキット始まって以来の、見てくださいこの雪、この Z のフロントスポイラー、この雪でなんと史上始まって以来の筑波サーキットスタッドレスバトル、こんなことは今まで世の中はなかった。しかしベストモータリングはやってしまう。これがすごい、実にすごい。これはお楽しみ。バトルドライバーは竹平、土屋両選手に加え、本誌ドラテクでおなじみの清水選手、そして大井田辺の編集部ドライバーとミラージュレースでいつも田辺のライバルの福井選手は加わった。タイヤはもちろんスタッドレス、ブリヂストンのブリジャックのワンメイクとした。周回数はいつもと同じ5ラップ。気になる GI は清水選手がドライブ。さあスタートだ。おあの野郎、なんだこりゃ。おっと OEMR2 早くもパニクってる。この大バカ野郎めなんてやつだ、大いたこめ。清水スターレットはトップで1コーナーへ。ドビじゃないかこれ。ぶっちぎりのスタートです。車も軽くて、馬力もそんなにないから非常に乗りやすいですね。頑張れ。おい LSD が入ってんだぞおめえ。よしっつってもあの野郎。ちょっと勘弁してくれよな。依然としてスターレットトップ。しかし直後に手強い3台を引き連れている。少し離れて Z とシティ、この2台は気にしなくても良さそうだ。ちょっと待ってよ。まずいラインが悪いよ。FF はいいな。そう、このような路面ではパワーオンで姿勢の乱れない FF 車が絶対有利。曲がれこの大バカ野郎め。土屋 NX が清水スターレットを捉えた。バックストレッチあたりで前へ出れるか。おっと田辺シティ、ヘアピンショートカット失敗。 OEMR2 も出口でスタック。1台まず、またここでも1台よ。このタコがよし。トップグループはレベルの高い争い。スターレット、サニーについて福井シビックもチャンスを狙っている。なかなか清水さんやりますね。目つぶし攻撃に出た。しかし僕は負けない。おっと土屋 NX ついに勝負に出た。アウトから果敢な突っ込み、よし抜いた。しかし深雪にはまってまた抜かれた。雪道はいろいろと厳しいのであります。やっと来た竹平 Z、 ポジションの輪にえらく真剣。これはマジだぜ。リタイアしたはずの田辺シティ、こちらもドライバーは真剣。ダメだよ、水温が上がっちゃってちょっと冷やそう。おそらく雪が詰まったんだこれ。土屋サニーのリタイアにより福井シビック 2F 浮上。焦るな。なんだこれは。ストレートで突
ちらかった竹平 Z をシティがパス。なんかこう情けないバトルになってきましたね。おお、また抜かれたかこの野郎。後ろのドリキンさんにはいつの間にか、いなくなりました。喋ってる場合じゃありませんよ清水さん。どうにかフォローした清水スターレット、今チェック。福井シビックの追い上げ届かず。私がリタイアの土屋です。リタイアの原因としまして NX サリーのこの顔がまずい。清水先生の目つぶし攻撃にあって私はなんとこのエアダクトのない NX で全くこう冷却ができなくなってしまったと。全く風が入らなくてオーバーヒート。これには参った。スタレット乗りやすい、バックで走っても Z に勝てんじゃないか。サニーは速い。これ前出たら絶対に勝ってたね、間違いなく。LSD も入ってるしね、立ち上がりで断然青春より青春してたよ。これは読めなかったよ。続いて第2ヒート、スターレットは GT の登場。本当は GI の敵討ちで登場となるはずだったのだが、2ヒート目、私が土屋です。私が青春のスターレットです。サニーだからね。なんとかなるんじゃないかな。おっと清水さんいろいろやってますね。ちょっとタイヤウォーマー代わりにタイヤ温めてるわけ。さあスタートだ。いいスタートを切ったのは土屋スターレット、続いて竹平 NX サニー。全車いい路面を求めて陣地争い。よーし、練習してるぞ。バッチリだよこれ。好スタートを切った竹平サニーだが大きくはらんだ。みんな下手くそですね。2位まで上がりました。土屋スターレット早くも独走。おっと竹平サニーまた飛び出した。モンテさんにはやはり雪がなかったためか。あ、MR2 の挙動が変だ。とわだちにはまってのたうち回ってしまいました。 MR2 の清水選手、下手くそなみんなにバーシバシ抜かれております。ぶっちぎりの土屋スターレット、2位にはなんと福井シティがいる。3位シビック、4位はサニー NX。 おっと福井シティのハーフスピン。焦った田辺シビックがコースアウト。後続車避けられるか。全車一斉にコースアウト。バカ野郎、目の前でみんなスピンしてコース塞ぐからぶつかっちゃうから、もう外に避けて危なくスタックするところでしたね。おっとワイパーが全然見えない。トップの土屋選手、雪の中でもドリキン走り。これいいよ、なかなか本当に普段バランスもいい、天気もいい、 LSD があればもっといい。忘れた頃にやってきた OZ スピン。何を考えたか、続いて縦列駐車を始めた。おっと直進性がちょっとやっぱりミッドシップは辛いですね。わだちから飛び出したらアウトです。
どさくさに紛れて2位へ浮上した田辺シビック、せこい走りで完走狙うか。3位はシティ、しかし清水 MR2 がぐんぐん追い上げているがスピン。 MR2 スピンのまま動けない。おっと Z が来てる、危ない。 Z にまで抜かれドンペケになってしまいました。こちらは気分良さそうな土屋スターレット、ルンルンのままぶっちぎりゴールか。いったか、いったってか。清水 MR2 最後までのた打ち回ってゴール前、カメラマンが危ない。とどめのコースアウト、リタイア。ここで清水さんの言い訳を聞こう。考えられる？どうしたんですか？このハンドルのね中に雪がしこたま溜まってね、ハンドルが直進状態に戻んないの。ほら切れないんだよ、これ以上。だからカウンターが切れないの分かる？え青春のカットビスターレット、なかなか青春してました。しかしやっぱり LSD がないと寂しい。3人の立ち上がりは非常に良い。これが今回のベストラップ。しかしこれが筑波のタイムとは。斬新なバトルが無事終わって安心しているんですが、今日のちょっと総評をちょっと清水さんにいただきたいんですが。車は軽い方が有利だと思うんだ。グリップ小さいからね、身が低いから。それと馬力はもう80馬力から100馬力あればもう十分って感じだよね。みんなのスタルトの興味っていうのはね、一つとしてモータースポーツの素材として安くて速いっていうのがあると思うんですよ。でその辺は武田さんにぜひ使っていただきたいんですけども。ちょうど1.3リッターを境にしてね、国内のラリーだとかダートラだとかジムカーナあるんだけど、その1.3リッターのねジャンルでずっとこう活躍というのかな、要するに安くて、キリキリして、まあスポーツパーツも結構あるということで、もう、まあ、大衆モータースポーツとして大人気でね、で活躍も相当してきたと思うんだ。問題はね、なんで1.3リッターをねオーバーしたか。1.3リッターオーバーしたらさ、1.3リッターアンダーのクラス出れないでしょ。その上のクラスったらさ、もっとすごいのいっぱいいるわけだ。そうですよね。話にならないですよね。これが問題。要するに話にならないわけ。今までさね、そういうそのクラスで一番そのトップレベルのもう車ということでやる人たちがもう上のクラスにしちゃってさ、もう全然上はつかない。いや例えば N1 のね1300のカテゴリーなんか見ると、もうスターレットのオンパレードだよ。そうですね。それはトヨタは勝ってるよね。いやだから逆に言うと、なんで1300を超えるエンジンにしたんだろう。その理由って何なんだろうね。やっぱしね、数字がでかければいいという考えるじゃない。ユーザーはさ、数字がちょっとでも大きければいいな。だから排気量が大きいよ。あまり。そうすれば売れるじゃないか。こういう考えはね、やっぱその物を売る方っていうのはね、意外と考えやすいわけだ。でも一応ターボの方は2000cc クラスっていうのがある。でしかもターボ換算が 1.4 倍のねダートララリー。いや 1.4 なんですよ、ダートララリーは。それで1800ちょいになるんですよ。国内は 1.4 というかね。はい。そっちの方ではまあ活躍できる車だと思うんですけども。それは言えますね。これはもう全モデルのサレドターボと同じクラスね。その中に同じクラスになるし、まあ、パワーも上がったし、より以上の活躍すると思うんでね。であれね、最後にちょっと言いたいことはさ、ね、今からで面白くないと思うんだよ、トヨタね。やっぱし 1.3 リッターアンダーの排気量のまあその G1 というかな、そういうやつ。それからターボの方でもこんなに豪華な装備なくて、もっとね簡素化した装備のやつ、そういうものをねこれからでもいいから出すべきだと思うんだよな。そのくらいのリスクはねトヨタ絶対やらにいかん。やっぱりトヨタのこのパーツの豊富なね車ってのは入門用に絶対必要なんですよね。結果的に安いしね、トヨタのモータースポーツだとね。やるべきですよね。絶対それはねトヨタやるべき。そうやるべき。本当にね、今までね EP を触ってくれたユーザーに対してね、あれ失礼だよな。まあだけどどっちにしてもモータースポーツの分野でも一般の市場でも一番多いですよね、スターレットってね。でそういう意味ではね、ノーマルで乗る車としての出来上がりっていうのはどうですかね、清水さん。僕ね、基本的にこの車やっぱトヨタのちょうどカローラあたりからターンを走ってね、 FF のハンドリングのうまさっていうのをやっぱすごい感じるんですよね。まずやっぱこうロールの出し方とかね、非常に、まあサスペンションとしては柔らかい方向なんだけどね、
うまく車のサスペンションのストローク使ってね、で限りなくその中でトラクション性能も出してるし、ちょっとこのターボエンジンに関してはちょっと馬力の方が大きすぎてコーナーの中で激しくアクセル踏むとね、こうフロントドリフトアウトアンダーステアになっちゃうから、その辺ちょっとピーキーだなっていうところあるんだけど、基本的にサスとしては結構仕上がってるんじゃないかなと思う。いや土屋さんに伺いたいんですけども、これでみんなねどんどん走りまくると思うんですよ。やっぱり安くて速い車ですからね。そういう素材として考えるとどうですか。だから手頃に買える車ですよね。で、乗ってみても1600を十分かもれる車ですよね。だからノーマルで乗ってみても、僕ちょっと箱根乗ったんですよ。そしたらすごくなんかこう前のふにゃふにゃっとした足よりもガチッとしてパンパンっていう感じもあって、なかなか青春してるなっていう、そういうものはあったんですよね。前のスターレットのイメージよりもはるかにサスペンションだけを見た場合は乗りやすくてこう若者向きっていう、昔のはこうぐにゃーんぐにゃらんして誰が乗ってもオール万人向けのサスペンションだったんだけど、今度のやっぱり若者向けでガンガン走れよっていう、そういうねものが伝わってくるような。だけどちょっと格好がおとなしくなっちゃって、ダサいとかそういう問題じゃなくて格好がちょっとおとなしすぎちゃってと思うんですけど、でもこの値段にしてこのパワーにしてやっぱり十分満足できるものはあると思うんですよね。そうだよね、満足度は高いね、確か。とにかくターボは、パワーその他全てにおいて上のクラスに引けを取らない、非常に安くて速い車です。そこをうまく、生かしてみんなに乗っていただきたいと思います。今回のバトルから軽い車の良さというものがバッチリ分かってもらえたと思う。しかしもっと詳しく知りたいみんなのために次号では 1.3 リッタークラスを全部集めてバトルっちゃうからお楽しみに。なるべくドライでね。これはいいってやっぱりして言うよ俺は。これはいいよこの車は。前回はね箱根のインプレッションで終わってしまったけれども、今回やっぱりこういう雪の中を走っても敵は1600だよ。1300じゃない。いいねこの響き。1300にして1600を食う。後ろ見る後ろ。ほらね、誰も来ないんだよ誰も。気分いいじゃない気分。気分の良さ青春してるよこのスターレットはなかなか。でもう一回言っちゃうけど LSD が欲しい。どうしても欲しい。やっぱこのぐらい元気がいいんだから青春してるんだから絶対にね LSD はなきゃダメ。見てるトヨタさんファンはそう思っていますね。